お世話になっております。マサルです。今回はデフォルトターゲットについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちら。システム D を使っている Linux で次回の起動は GUI グラフィカルログインで始まるようにしたいと思っています。そのために行うべき操作を2つ選んでください。今回各コマンドを読み上げるのが大変なので、コマンドの意味を伝えるので正しいコマンドの操作を選んでください。1、エトセシステム D システムデフォルトターゲットを削除する。2、グラフィカルターゲットを実体としてデフォルトターゲットのシンボリックリンクを作成する。3、グラフィカルターゲット本体をデフォルトターゲットに移動する。4、デフォルトターゲットをデフォルトバックアップとしてコピーする。5、デフォルトターゲットを実体としてデフォルトバックアップをシンボリックリンクとして作成する。6、デフォルトターゲットを実体としてグラフィカルターゲットをシンボリックリンクとして作成する。今回はちょっと難しい問題ですね。正解はどれでしょうか？考えてみてください。正解はこちらです。1番と2番が行うべき操作です。まず、エトセシステム D システムデフォルトターゲットを削除して、その後にグラフィカルターゲットを実体としてデフォルトターゲットをシンボリックリンクとして作成します。皆さん正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。まず問題文でシステム D という単語が出てきました。システム D について皆さんは覚えていますか？システム D はブートプロセスで出てきました。ブートプロセスの最後の段階で登場するのがシステム D です。システム D は最初に起動するプロセスで、起動に必要なプログラムを制御する役割です。例えば、ログイン画面を表示するために必要なプログラムを起動させてくれます。昔は init というものが利用されていましたが、現在はシステム D が主流です。システム D と init は設定方法が異なります。システム D の場合は GUI で起動したいときにデフォルトターゲットをグラフィカルターゲットに変更します。一方、init を使う場合は GUI、CUI の切り替えを LAN レベルで設定します。ちょっと複雑な話のように聞こえるかもしれませんが、ここの説明で知っておいてほしいことは、システム D と init では設定方法が異なりますということだけです。今回の問題ではシステム D を使っているので init ではありません。そこは気をつけてくださいね。ということで問題文に記載されています。では次、GUI についても思い出しておきましょう。CUI と GUI の違いについては皆さん覚えてますよね。CUI はキーボードから文字入力だけで操作をする方法。GUI はマウス等を使って視覚的に操作をする方法です。システム D が動いたときに CUI を使うのか GUI を使うのか選ぶ必要があります。この時参照する情報がデフォルトターゲットという情報です。では、ここからが今回のお話です。デフォルトターゲットについてお話ししていきます。デフォルトターゲットとは Linux が起動するときにどのモードで起動するのかを指し示す看板のような存在です。デフォルトターゲットに CUI と書かれていたら CUI で起動しますし、GUI と書かれていたら GUI で起動することになります。とっても単純ですよね。今回の問題は次回の起動で GUI にしたいということなので、デフォルトターゲットに書かれている内容を GUI に書き換えてあげれば OK です。それでは問題で出題された操作をもとにデフォルトターゲットに書かれている情報を GUI に変更してみたいと思います。まず最初の正解選択肢、エトセシステム D システムデフォルトターゲットを削除するについて説明します。これはとってもシンプルです。今設定されているデフォルトターゲットの情報を削除する。つまり今使っている看板を削除していると思ってください。
一度削除をしたら、新しくデフォルトターゲットという看板を作って、その中に GUI を使って起動するための情報を書き込みます。そのための操作が2番目の正解選択肢です。このコマンドはグラフィカルターゲットを実体として、デフォルトターゲットをシンボリックリンクとして作成しています。シンボリックリンクというのはショートカットのような存在ですよね。今回の設定を行うと、デフォルトターゲットにアクセスすることで、結果としてグラフィカルターゲットにアクセスすることができるようになります。つまりこのコマンドはグラフィカルターゲットが実体で、その本体にアクセスするためのショートカットとしてデフォルトターゲットというシンボリックリンクのファイルを作っているコマンドです。このコマンドを実行すると、システム D はデフォルトターゲットにアクセスをして、デフォルトターゲットの中を見て、グラフィカルターゲットにアクセスすることができる。つまり GUI として起動することになります。今回の問題の正解選択肢で何をしていたのか、もう一度情報を整理します。最初のコマンドでデフォルトターゲットの情報を削除して、新しくデフォルトターゲットを作って、その実体として GUI を指定している。その結果 GUI で起動させることができる。2つの操作を行って GUI で起動させることができるという手順です。では実際にデフォルトターゲットの設定変更を見ていただきたいと思います。今回は私の Alma Linux の環境でデモをやっていきます。システムコントロール get デフォルト。このコマンドで現在のデフォルトターゲットの状態を確認します。現在はマルチユーザーターゲットになっています。これは CUI モード、つまりテキストを使って操作をする状態で起動する設定であることを表しています。では次にデフォルトターゲットの正体を確認してみたいと思います。ls コマンドを使ってデフォルトターゲットの情報を確認します。デフォルトターゲットの実態はマルチユーザーターゲットですよという情報になっています。つまり看板の文字が今はマルチユーザーターゲットになっているという状態です。ではこの看板の文字を GUI に変えたいので、現在の看板を削除しちゃいましょう。remove-f エトセシステム D システムデフォルトターゲット、こちらのコマンドで削除します。削除する権限がなかったので sudo コマンドをつけてもう一度実行します。削除することができました。それでは新しく看板を作ります。こちらのコマンドを使ってグラフィカルターゲットを実体としてデフォルトターゲットをシンボリックリンクとして作成します。設定できたらこちらのコマンドを使ってデフォルトターゲットの内容を確認します。デフォルトターゲットがグラフィカルターゲットを指しています。切り替えが成功していますね。それでは最後にシステムコントロールコマンドを使って本当に切り替わっているのか確認してみたいと思います。こちらのコマンドを実行するとグラフィカルターゲットに変更されていることがわかりますね。remove コマンドを使って既存の看板を削除して、こちらのコマンドを使って新しい看板を作ることができました。皆さんイメージできましたか？ここで少し補足をしたいと思います。今回は削除をして新しく作るという2つのステップを通じてデフォルトターゲットを設定変更しましたが、実は1つのコマンドでデフォルトターゲットの設定変更をすることもできます。それがシステムコントロールセットデフォルトコマンドです。このコマンドを使うと先ほどやった2つのコマンドを一気にやってくれます。とっても便利ですよね。1つのコマンドで済むならこれを覚えれば良いのではと思った方もいると思いますが、技術者として内部でどんな動きをしているのかを知ることが大切です。ちょっと面倒かもしれませんが、今日学んだ2つの操作の内容もしっかり覚えておきましょう。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強ベイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加していただいて一緒に勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。今回の問題はこちら。システム D を使っている Linux で次回の起動は GUI で始まるようにしたいと思っています。そのために行うべき操作を2つ選んでください。1番、デフォルトターゲットを削除する。2番、グラフィカルターゲットを実体としてデフォルトターゲットをシンボリックリンクとして作成する。3番、グラフィカルターゲット本体をデフォルトターゲットに移動する。4番、デフォルトターゲットをデフォルトバックアップとしてコピーする。5番、デフォルトターゲットを実体としてデ
デフォルトバックアップをシンボリックリンクとして作成する。6番、デフォルトターゲットを実体としてグラフィカルターゲットをシンボリックリンクとして作成する。どれが正解でしょうか？正解はこちら。1番と2番。デフォルトターゲットを削除して、その後にグラフィカルターゲットを実体としたデフォルトターゲットをシンボリックリンクとして作成することで、次回の起動が GUI で始まるように設定することができます。デフォルトターゲットには Linux が起動するときにどのモードで起動するのかという情報が書かれています。デフォルトターゲットの中に CUI と書かれていれば CUI で起動しますし、GUI と書かれていたら GUI で起動します。デフォルトターゲットの情報を書き換えたい場合は Remove コマンドでまずは削除します。その後に指定したいターゲットを実体として新しくデフォルトターゲットのシンボリックリンクを作成してあげます。その結果、意図した起動方法でシステムを起動させることができるようになります。今回は2つのコマンドを使うパターンを説明しましたが、システムコントロールセットデフォルトコマンドでも設定することができます。どちらのコマンドもしっかり理解できるようにしておきましょう。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。